おじいちゃんがなんで、その塩田誠一、なんでわかるんですか、それ。だって、お父さんが、おじいちゃんが敷地内に作った道場が養親館だから。養親館です。もそうよね。あの養親館って名前も加藤達郎がつけたの。そう。あ、だからおじいちゃんのおじいちゃんあれを、っていう。それを引っ張ってきたんだ、親父がね。まあ養親館の心は心って意味があって、養う心みたいな。あれ多分東洋哲学的なものから来てるんです。土地がでかかったんだもんね。すん四谷あたりにあった。すんごい大きい土地でさ。その中で最高裁判所の判事もいたのかな。最高3倍。全国ベスト10に入るお医者さんだからね。で40代でしたっけ50代かすごい若く亡くなられたんですよね、誠一さんはね。でもね、そういうね分析能力だから合蔵先生のお兄さんは医者になったけど、合蔵先生の分析能力があるからひいきの寄せとかああいうのを作って残してったんだよね。ああいう形が残んなかったらもう消えたと思うよ俺。先生もご存知の通り僕もちょっと霊感ポストがあって、あと安藤が最初結婚した人も霊感の強いポストだったんですよ。それで僕はねものすごくね館長先生が亡くなるって来たんですよ。それでその日急いで行った時向こうから走ってきたのも安藤だったんだけど、で病院に入って、合同先生最後意識があるちょっと前ですよね。その時にちょうど僕がテレビに1週間前かなんかに出たのを館長先生が TV タックかなんかを見てくれたんですよ、個室の中で。でマスクしててね、先生が撮ってくれて安井先生にこうやって「いた!」って言ってる、でまたこうマスクして「ありがとうございます」と「養親館のために名前が消えないように頑張りますから」って言ったんですよ。安井先生覚えてるかどうかわかんないけど、それが最後だったんでね、大田先生のその1週間後亡くなられたんで、だから僕はお会いした時に、この人はキャラクターとしてすごく向いてる人だと思う、宗家に。しかも子供さんじゃ無理ですよやっぱり、もう期待が大きいから、僕長嶋一茂を見てたんですよ、整体で。ものすごいストレスだったんですよ、そうですよね、でも体触ってもね、僕アントニオ猪木を見てたし一茂君も見てたけどものすごいいい体だけど、でも俺が辞めさせたんですよ、一茂君辞めた方がいいと。でその時極真のパンフレットあげて、もう違うキャラクターでやっていった方がいいと。もうこれは絶対このぐらいのレベルだとずーっと比較されて、もう何にもいいことなかったんです、彼は。後に立教に行ったんだけど、その前は普通の地元の高校行ったんですよ。地元で俺すぐ近くに住んでたのね。田園調布に住んでたんですよ。住んでたっていうか借りてたわけですよね。だからずっといじめられてたんですよ、小学区立の時は。それでもう性格もねそういうふうになっちゃうわけですよ。だからもうやめた方がいいって言ってすごく親しかったのね。でやめて彼はああいうテレビに出てるけど、よかったと思うんです。いっそ野球から離れて。今小出しわかりますよね。当時のね大変さを小出しに出してるから本当に苦労したんだなってわかるわね。いや本当にいじめられたんですよ。そうよ。あまりにも長嶋さんお父さんがすごいですもんね。すんごい。だから木田投手とか僕見てたけど、もうみんないい体してるんだけど、いちいち比較されるでしょ。そう全部全て何から何までね。わかる思い出した。何から何まで。だから変な言い方だけど、お父さんがいなかったらすごい投手になったから選手になったかもしれない。かもしれない。だからお父さんがいるからダメなの。そう。ダメって言い方失礼だけどね。やっぱお父さんがすごい人だったからね。周りがちょっと潰しちゃったかもしれませんよね。だって鷹の花だってね、こうやって寝てるでしょ。そうするとこの間にねタバコやられるんですよ。そうすると寝てるからタバコでしょ。タバコって2000度あるから気づいたらあーってでしょ。こうやけどするでしょ。もう踏ん張れないから。そう兄弟子がやるんですよ。本当ね。それやられて上がっていったんですよ。だからあんなになっちゃうんですよ。もう歴代だからそれこそ相撲をやらなかったら幸せになったかもしれない兄弟だったかもしれない。めちゃくちゃ。でもうちは幸いにして安久さんは合気道しかなかったからよかったんですよ。他に才能なかったからね。合気道しかなかったからね。だからあえてね大変なところにね。歌もあったと思うよ。歌もあったかもしれないね。歌もあったはずだよ。そこまではね
でもそれで先生が食い下がったからマサさんがいるんで、そうですね。それなかったらやっぱり、やっぱこれはね、不思議ね。マサ不思議なもんでね、本当。それはパンエタと同じ気持ちなんだけどさ、こんな辛い稽古したらもう一生何かものにするまでは死ねないって気持ちだよね。安藤の奥さんが完全に韓国の人なんだけどね、それでもう韓国の人だからあそこ四国だから、親父が反対してものすごい大変な中で行ったんですよね。で結局がんになって乳がんから死ぬんだけど、直美さん、死ぬんだけども、霊能者だったんですよ。それである時に貫徹先生がお亡くなった後にバタッと倒れて、その前に「あなた貫徹先生来てお茶出して」ってお茶出してって、そしたらそのお茶出した途端にバタッと倒れて、でイタコみたいに入ってたんでね、オールマイティーじゃオールマイティーじゃってよく言ってた言葉を言って、でそれでまた意識があったんで、それでうまくなったわけじゃないけど、見てくれてるんだって意識があったんだよね。館長が見てくれてるんだって意識になってから、さらに響きの寄せと、ある日すんごい夜中でやる日があって、道場で手がこんなでかくなったような感じがあったんで、今の出てるなんだっけ、眼鏡かけて渋川号機みたいになってるやつ、千野先生ですか。血のちょっと来いって言って、血のやったらバカーンって投げてすんごい強い状態になって、竹野さんが来たから竹野さんにやろうと思って、竹野さんの車が来たら大きい手がツーンとイメージが小さくなって、もう技がかからなくなったんだけど、それから一生懸命練習になってから上手くなったんですよ。でパエが「いやなんか安藤はちょっと掴んだみたいなの」唯一の先生の欠点は筋肉が強かったんですよ。でもともと合同先生もめちゃくちゃ強いわけですよね。でも先生も強いからもう吸収もできるわけですよ。だから技がない前から効くんだよね。で俺とかパエとかないからそんな力が出て、だからもう本当になんとかしなきゃいけないっていうのがあった時に、安藤がすごく上手くなってみたいなって言ってパエと話して、じゃあ僕らが先輩に当たるんだけど、習いに行ったわけですよ。だけど養親館っていうのはこう試合がないから、早く入った順番に偉いから、上の人が習いに行ったりしないんですよ。で俺とパエはもうこんなに修行したんだから、もう少し上手くなってから死にたいっていうのがあって、それで僕の後から入った安藤が先天的なものって諦めたわけですよ。そしたらで行ったら館長先生みたいな感じがするという感じになって、じゃあ後天的にも上手くなるって初めて思ったんですよ。大きい袋の中に自分の電話があるかどうかって見たらやっぱりないなと思ったけど、鳴らしたら鳴ったってことはこの中にあるっていうことじゃないですか。そういう感じが安藤があってから急速に自分を変わってたんですね。安藤さんは奥さんにも影響されたのかしら。ものすごい影響。あとはなんかほら、私もたまたま誰かに聞いて、安藤先生は夜中中その技の練習、響きの寄せ、響きの寄せ、それをやってたってなんかで聞いたことあるんですけど、もうとことん極めるっていうタイプの先生じゃないですか。そうそう、いい意味でね。ね、いい意味で、ものすごくいい意味で。いい意味で安藤行かれてるから、あいつは建築やってたんですよね。談合の係の時も一桁間違った、一桁間違った大変なことですよ。一桁間違った。みんなが10億とか11億ってやってるので、あいつ間違って1億とか書いてたけど、当然落ちますよね。安藤が間違ったってんで責任上やめなきゃいけないんです。でその時によし、もう俺はもう行こうと、もうやめていこうっていう決心がついてきたんですよね。あれがやっぱりちょっと契機になってね。それがあったんですね。だから強い意志で合気道に入って、もうそこしかないっていう思いがあったんですね。それでもう合田先生にとことんついていこうと。あと体が小さかったから、最初空手やろうとしたら、お前無理だと言われて、それで合気道なら目が出るかもしれないって言って、小柄だからね、父もね。でもあれで最初の奥さんの子供が出ていっちゃったりとかは当然ありますよね。それはありますけど、でも先生もすごくいい先生だし、あとね、今もやっぱり合気道やってるね奥さんもまたいいじゃないですか。今度は先生と
生徒の関係でね、でもね、すごいいい安藤はもう少しマサさんみたいな性格ならもっと伸びるんだけどね。だから僕だから彼をねBAB に売り込んで DVD とか全部使う人が俺なんですよ。でそしたら秘伝が「いや強そうじゃない」強そうじゃないとか高野さんなら強そうだけど強そうじゃなくていいんだから売れば絶対ね売れると。したらやっと言ったらもう泥箱みたいに売れたわけ。だけど今度は俺が整体してたんで先生もご存知の通り総理大臣の奥さん畑山畑山さんねみゆきさんはいですね。畑山さんを道場に呼んだじゃないですか。それで僕の演舞だけ見て帰ってたんで、それですぐ安藤が翌日かなんかに顧問になってくださいって来たけど、でもその時だけだったね。もうちょっとキャパがあるとね、みんなを呼んで。でもきっと自分の道場を作ってで手いっぱいだったんじゃないですか。余裕自がな分の道場も広げてくれたのは沖縄に今行った人なんですよ。その人が広げてくれた。だけどやっぱりそれも結婚式で大喧嘩しちゃったんですよ。そういう感じには見えないけれど、それでみんなとうまくやる先生に見えるパタッと止まったんですよね。本当、そうか。難しいですよ。だって館長先生がたくさん勉強した中のレコードの中に演唱があるんですよ。何がありますか？落語の。はい。知ってる？落語の演唱。演唱って。一番最初の頃だな。演唱っていうのは一番最初の頃の落語の名人が言ってどういう感じ？落語のね、めちゃくちゃうまい人で、演唱って調べると分かるけど、縁が生まれるとか。それで千代田先生は演唱のレコードを何度も聞いたんですよ。それで総合演舞の時の説明は演唱の間合いなんですよ。演唱は戦争に負けた GHQ が冷やかしに来てバカ野郎みたいな感じで来ても最後になってくると日本人と同じタイミングで笑うんですよ。だから言葉が分かんなくても笑うんですよ。しかも演唱の途中で先生じゃないけど脳梗塞になって言葉がちゃんと喋れなくなったんですよ。それから逆に芸が伸びたんですよ。よくみんなもう日本人が聞いててもよく分かんないんだけどでもタイミングで笑わせる。いろんなことやっぱりあれだね。塩田剛蔵とかのキャラクターもあれね、総合的にいろんなことからできてるんだわね。いや僕はね、間合いとかそういうのね。僕だから誤解してたのは、館長先生は強いから200畳の道場があると思ったんですよ。辞めたら分かったんだけど、強いんだったらボディーガードしか仕事ないですよ。ね、それで年中宴会やるわけですよ。で僕酒が好きだと思ったんですよ。そうだってあれのおかげでお金が寄付金が来るわけですよ。で笑わせるわけですよね。女方やったりとか桃太郎やったりとか、京セラでもね、それから勝利寺拳法でもね、ワイダーも含めてだけどね、笑わせる技術、上の人たちを笑わせる技術がなきゃ絶対これ入ってこない。そういうので栄翔さんとそういうのを学んで、で父はやっぱりうまく間合いやら何やらっていうのを習得して、キャラクターがまたそうです。みんなおならの芸とかできるんですよ。ぶっとお前で、ああいやーとか言って。だから昔ほら塩田剛蔵さんを取り巻きしてくださる人、みんなそういう才能のある人じゃないですか。だからそういうところから学んだり、父も自分から学んでやったりとか。だから父自体がその時当時養親館ができた当初はすごく楽しかったんじゃないですか。周りの人がみんな芸に秀でたっていうかね。思い出した修正能力がある。だから落語っていうか、お笑い芸人を入れてやってるやつするじゃない。あれは似てるなと思ったのが。そうだね。そうだった。知らん、初めて聞いた。誰だっけ、ほら。それは初めて聞きました。ワイドの人誰だっけ。さっき、いた子が降りてきた時に言った言葉って、オールマイティって言ったんですか？そういうことなんですね。なるほど。じゃあ僕も得意とする分野かもしれないです。先生来るんじゃない？それは、もうちょっとしたらあれ。面白いな。だからね、僕、あそこの駐車場さ、1時間か5時間か24時間って書いたから、いやもう5時間もあれは帰るなと思ったけど、いや、わかんない。もう24時間にしとこうと思ってね。5時間がね、400円で、24時間が500円で、100円しか違わなかったからね。500円駐車場入れてきたから。先生ありがとうね。
車は何？すぐそこ。ここに空いてると思わなかったから。昨日調べに来たの。養親館でそうで、館長先生の僕運転もしてたから、はい。前日間違わないようにって前日調べに行ったりしてましたよね、みんなね。指導にだから明日遅れちゃいけないから、東京入ってきて、ここで、場所調べて、駐車場調べて、それから思い出の川越に泊まって、はい。安ホテル泊まって朝こっち来たんですよ。